回は桜と目白を描きながら水彩技法を解説していきます。桜と目白か、難しそう。服は塗るのは好きだけど、下書きにすごい時間がかかってしまう。形も取れないし、構図のセンスもないんだよね。そんな人でも塗りから楽しんで学べるように、下絵の線画を概要欄からダウンロードできるようにしました。印刷やトレースの手順も載せています。あ、それならできそう。この動画を見ている人もすぐに実践できるね。それと、初めに出てきた心のセットポイントって何？絵を描く目標は上手な絵を完成させることでしょ。でも透明水彩って色や技法を使って描くプロセスの中に心地よさや癒しがあるのよ。それを伝えたいなって。なるほど。服は最近日常でのストレスも多いし、落ち込み気味だったからいい機会になりそう。水彩画を描くことに新しい意味を見出せるかも。そうなるといいね。では始めましょう。手順1、マスキングテープを貼り、マスキング液を塗る。ダウンロードした線画を水彩紙にトレースし、下書きが終わったところから始めます。最初にマスキングテープを上下左右の4つの辺に貼っておきます。絵の具がはみ出さず仕上がりが綺麗です。この絵では先に背景を塗り、その後に桜や目白を描いていきます。そのため桜と目白には絵の具がつかないように、その形に沿ってマスキング液を塗っておきます。ここで使うマスキング液はホルベインのマスキングインクです。これを小皿に移し、筆につけて塗っていきます。花のおしべとめしべにも塗っておきます。この動画では視聴者の方に見えやすいように、この時点で下絵の線がくっきり黒く見えるようにしています。ですが実際には線画をトレースやコピーするときは、後で塗る色に黒が混じらないように鉛筆やトナーの色はできるだけ薄くしておきます。ここで使っている水彩紙はホルベインのウォーターフォード水彩紙。水でたわみが出にくい厚手の紙でブロックタイプになります。大きさは F4 サイズです。このサイズはコピー用紙の A4 サイズよりも一回り大きく、ダウンロードした線画をトレースするのにちょうどいい大きさです。トレースが面倒だという方は A4 サイズの薄い水彩紙に直接印刷してください。薄い紙だと少したわみが出ますが、気軽に水彩技法の習得をしたい方、塗り絵感覚で楽しみたい方にはおすすめです。水彩紙をはじめ、この動画で使っている水彩道具は下記概要欄に購入リンクを貼っておきます。マスキングが終わったら5分ほど乾かします。手順2、背景や下地の色を塗る。たっぷりの水に絵の具を溶いて、水彩技法ウォッシュから始めます。筆を滑らせるようにして絵の具を広げていきます。次にウェットインウェット。まだ濡れている上に色を重ねます。色が拡散し、ぼかしの効果でふわりとした背景を作ります。ウェットオンドライで乾いた部分に色を重ねます。ドライヤーで乾かします。手順3、花びらのマスキングを剥がして花の中心を塗る。背景を一通り塗り終わったら、ラバークリーナーで花びらに塗ったマスキング液を剥がします。ロール状のラバークリーナーは
使いやすくするためにハサミで3枚ほど切っておきましょう。ここでは三つ輪ラバークリーナーを使っています。この時、花のおしべ、めしべのマスキングはそのまま残しておきます。花の中心から外側に向かってグラデーションでぼかしていきます。他の花も塗り終わったら、すでに乾いている目白に色を重ねます。左の奥から光が差しているように描きます。右側が暗くなるように塗ります。この時、立体的に表現するために回り込む光を意識して塗り重ねます。花びらの方にも色を重ねていきます。手順4、花芯のマスキングを剥がし目白を描く。ここでおしべとめしべのマスキングを剥がします。目白に色を重ねます。影の部分には花の色の移り込みを感じられるように色を足しています。小筆を使って目白のくちばしや目を描いていきます。羽の流れに沿って色を足していきます。ティッシュでリフトアウト、塗りすぎた色を取ります。小筆でリフトアウト、反射光を表現。目白の固有色を重ね、次のステップに進みます。手順5、花芯を描き花びらに色を足す。小筆を使っておしべとめしべを描きます。手前にある花は輪郭をはっきりさせるために影の部分に色を足します。手順6、奥の花を背景に溶かし空間を演出する。奥の花に色を重ねます。輪郭をぼかし、手前と奥の花の距離感を出します。
絵を描くとき、途中で目を細めてみると、距離感や光、影の流れをつかむことができます。手順7、細部を描く不透明の白を使って。ドライブラシで鳥の羽の質感を出します。目にキャッチライト、星を入れます。目にこの星を入れることで表情が生き生きとしてきます。目の下にはリフトアウトで反射光を入れ、薄い青色を足しています。この2点を加えるだけで、まるで目白に命を吹き込んだような、そんな気分になります。ぜひやってみてくださいね。ドライブラシをした目白の羽に明るい黄緑色をのせ、調子を整えた後、次のステップに進みます。手順8、手書きならではのアクセントをつける。以前の動画でやったスパッタリングのやり方でアクセントをつけます。ここでは目白と同じ色を作ります。筆を交差させて軽くトントンと叩きます。次に明るい青を出します。同じように筆を交差させて軽くトントンと叩きます。ドライヤーで乾かします。手順9、全体の調和を確認し、絵を完成させる。描き終わったらすぐに完了とせず、一度絵から離れて全体を見てください。思わぬ修正箇所が見つかったりします。ここでは全体の白のバランスを見て、目白の胸に光が差したように白をドライブラシで足しました。ここで絵の完成です。まとめ、水彩技法と色使いのポイント。今回の作品を完成させるプロセスでは7つの水彩技法を使いました。たっぷりの水で描くウォッシュ、ふわりとしたぼかし効果を演出できるウェットインウェット、透明感のある美しさを表現するウェットオンドライ、筆やティッシュで絵の具を取り除くリフトアウト、段階的に色をぼかしていくグラデーション、目白の羽の質感にはドライブラシ、そして手書きならではのアクセント、スパッタリング。以前に挙げた3本の動画では今回の7つの技法を含め水彩画を描く時の基本となる9つの技法を詳しく解説しています。よかったら見ておいてくださいね。また今回の作品で使ったメインカラー3色をご紹介します。1つ目がオペラ。この色にたっぷりの水を加え、水彩技法ウォッシュからスタートしました。花や目白の影の部分にも使っています。この色はその名の通り、オペラ歌手の歌声にも似て鮮やかに響き渡るピンク色です。華やかな気分にさせてくれます。次は目白の下地の色。ここはリーフグリーンを使いました。目白の色だけが浮いてしまわないように、至る所にこの色を響かせています。リーフは葉っぱのこと。春に芽吹き、光を透かす若葉の色。心を明るくしてくれるビタミンカラーです。空の色にはホリゾンブルーを使用。花びらの影や背景にもこの色を響かせています。スパッタリングにもこの色を使いました。ホリゾンは水平線、白い雲が浮かぶ晴れた空、澄み渡る海の色、深い呼吸へと誘う暖かなブルーです。また今回の作品では2種類の桜をモチーフとしました。一つは形が美しいソメイヨシノ、もう一つは色が美しい河津桜です。
ソメイヨシノよりも早く花開き、一足先に春の訪れを告げます。河津桜の色はオペラとホリゾンブルーを混ぜて作りました。この色をたっぷり使って背景を描くとき、あでやかな紫色の世界に浸ることができます。さて、最初の作品動画いかがでしたか？福ちゃんは桜と目白描けましたか？描けました。でも1枚目は失敗したから2枚描きました。ダウンロードした線画があるからすぐに描き直せました。失敗せずに心地よく描くコツは、何度か動画を見て手順を覚えた後、動画を止めて描くことだけに集中すること。あなたはいかがでしたか？よかったら感想をコメントしてくださいね。高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の作品でお会いしましょう。お知らせです。LINE スタンプを作りました。動くほめほめスタンプ花印。サラの水彩画のモチーフ、季節の花と蝶々を組み合わせたアニメーションスタンプです。花の形がふわりと朱印に変化する水彩テイストの癒し系スタンプです。褒め言葉やねぎらい、お礼の言葉をセットにしました。自分はもちろんあの人もたくさん褒めてあげましょう。購入リンクは下記概要欄から。